いっぱいの人の思いがこもると、それは叶いやすくなるよね。うん、いい方向であり、悪い方向でありさ。おはようございます。それは横着やろ。この毛。これ。あ、ごめん、取っとる。もう、今の完全にアウトやろ。法律的にはいいんじゃないの？どうなんやろ。まあ、中央分離帯がないからいいんだろうけど、むっちゃ危ねえじゃん。はいはい、始まってます。はい。本当に遠征帰ってきたばっかりで、ね。お疲れ様です。雑用といったらおかしいけどさ、書類だとかさ、いろいろなものを後回しにしたツケが今やばい。後回しにしたってやる時間なかったんだから仕方ないな。はい。注意サンマの塩焼き食いて。毎年行ってく、毎年食ってねえし。ハンダリなの？知らん。はい。いいですか？よろしくおますよ。では本日のお題です。お題、はい。この世界が呪霊あとかの世界になる可能性。今人間界がもうみんな住んどるじゃん、ここ。この人間界が呪霊が勝っちゃって呪霊の世界になってしまう可能性はありますか？アニメの見過ぎでしょ。おーい。あるよ。あるんや。あるよ。撮ってないけど、崩壊シリーズの中にあるんだって。え、これ名詞部？名詞部になる？いや、でもそれはいいんじゃないの？表で。いや、細かいのは言わないけど、言った方がいいのこれは。なんか。どっちこれ？どっち？どっち？崩壊シリーズ、要はいろんなとこで俺言っとるんだけど、災害とかさ、感情、民主主義というかさ、いっぱいの人の思いがこもると、それは叶いやすくなるよね。それがいい方向であり悪い方向でありさ、だからあんまりさ、その話題性になりすぎたものをみんなでワイワイ持ち上げてやると本当に災害になるよっていうのを俺は警鐘を鳴らしてるはずなのに、なんかお遊びで点数稼いどうとかさ、そういうのあるけど、実際崩壊シリーズの中でいろいろあるんやって。その中に今あやちの言ったそういう世界はある。本当にある？ある。でもきっかけは人。ああ、そうだよね。だってそうあることを起こして千葉が壊れてっていう。要は神様の、精霊とかの真逆バージョンってことやろ？そうそう。精霊は安定と平和を、平和って言ったら大げさだけど安定と平和を願ってる。でそのために怪しいものとか悪いものを払ったりとかね、そういうことをしてるんだけど、人の溢れ出た力を得て成長して精霊さんになるけど、人の悪いものばっかりを得ればそれは悪意に変わるから。悪の精霊みたいな。おるおる。どんだけでも。おるって。実際今も神クラスの悪霊でしょ。おるって。でもそれって精霊だよね。精霊だよ。悪霊は人が、魂を食べて悪霊になった。だから人やん、元人やん。元人ね。だけどこっちは完全なる精霊。そう、もともと精霊が負の感情を食いすぎて、それが正しいと思ってそういう存在になるってあるよ。その行き着いた先でしょ。今でも存在してるよ、それは。存在してるけど量が圧倒的に少ないだけの話。見たことないよね、今まで。今まで俺あるよ、過去は。ちいちは愛知はいないかもしれんな。でも怪しいのはおったやん。前登山みたいに登ったとこあったやんか、で周りに細かい悪霊クラスがいて、で火矢でぶち抜いたやんか、でもそのトップにさ一番でかいやつおるとか俺言ったじゃん。悪霊じゃないの？悪霊にしては強すぎるんだよねって言ったよ俺、一匹。そいつがなんか統率しとる感じって俺言ったじゃん、だからもしかしたらだよ、確認はしてないけど、たられば定食。それってさ、心入れ替えれないよね。誰が？悪の精霊の方。難しいだろうね。長年それで生きてきたんだから。それが正しいっていう形になっちゃってるから。その天界側にもさ、災いの神様とかいるんやて。神様っていうくくりはどうかわからんけど、災いを司ってる天界の方は言うんだけど、それが悪なのかって言われたら微妙なんだよねっていう。そうだよね。だからその精霊が慣れの果てとなって災いとかさ、悪の方、人を殺すとかいう方に特化したとするやんか、それは果たして悪なのかっていう、間引いてるだけじゃないのかとかさ。だって人によって
さ正義が違うじゃん。そう個々の正義があるからこそ争いはなくならない。正義の押し付け合いなんやて戦争ってのは。押し付けだよね。押し付け合いだよ。折れることを知らないからぶつかり合うんだから。で認め合う気もないから。それがある一線を越えた瞬間にドッカーンって戦争になる。それが国になれば大きな戦争だけど、村同士の争いになればさ、何にも変わんないんやで。規模が違うだけの話。だから端的な答えを言えば、さっきあやちが言った、どこぞのアニメ飲みすぎ。だけど、あるって。いや、本当にあるんかなと思っててさ。未来の話でしょ、うん、あり得る。あり得るっていうか、あるんやって。そこに行くことは確定じゃないけど。目に見えないものがいつか暴れたら怖いよねっていう。だからそういう細かなお話系を公開シリーズっていう形でメンシブの方で話そうかなと思ったんで、あまりにも内容がさ衝撃だったりさ大変なこともあったりするもんで、あんまりその一般的な誰でも見れるようなことでベラベラ喋るのはどうかと思ってさ。そうだね。まあ、それで不安になってもね。そう不安煽ってもしゃあないもんで、でもいくつかの未来の先にはあるんだって、いろんなパターンのね。呪霊の世界みたいな。呪霊とか悪霊、怨霊の世界。だからアニメの見過ぎでしょうっていう。いや結構好きだからね。うん、まあいいんじゃない。だから悪霊、怨霊とかね、まあ呪霊とかね。呪霊っていうと霊だからなんか名前が。なんか意味合いが変わってくんだよね、俺らにとっては。そうだよ。だから怨霊、悪霊なんだよ。悪の精霊。まあ悪霊、まあいろいろあるけど言葉としては。だからここではちょっと言いにくいんだけどさ、天界が存在してる、まああの世が存在してる、まあ人間界が存在してる、その中には神様と呼ばれるものがいる。神様イコール天界ではないからね。その中にふと出てくるのは悪霊とか霊とかの話は出とるじゃん。でもその中にもう一つキーポイントない？キーポイント？不思議に思うことない？もう一個さ、こういうスピ系って言うと、俺正直スピ系と思ってないんで、俺にとってはね、当たり前の現象すぎるし、現実の話とるだけだけど、その中でさ、もう一つおかしなピースが抜けてると思わない？悪魔？悪魔って出てこないんじゃない？悪魔ってよく言われる、ね。言われるのに、幽霊とか精霊とか言っとるのは別やんか。で、怨霊とか言っとるのも俺悪魔とは言ってないじゃん。悪魔っていう定義されてるのは別であるんやね。あいちには説明したやんか。多分公でもなんかチラッと言っとるような気がする。チラッと、こぼしとるような気がするけど、怨霊悪霊イコール悪魔ではないんやて。悪魔はあくまで別なんやて。でギリシャ神話とかいろんな方だとその悪魔は天界とかね、そういうのに追放されたとかいろんな階級とか悪魔階級とかあるんだけど、まあそれはそれでまあいいんやで、そういう歴史がそっちにあるからね。でも俺の中のあるもの、現実のその展開の話では、悪魔っていう定義づけられてるものは確かに存在する。でも名前は悪魔の部類ではないんやで、俺らの展開側にとっては。それってさ、人間側、昔の原初の時に、人間側が悪魔のように思ったから悪魔みたいについたってこと？名前。まあそうじゃない？ただ言葉が正しいのかがわからない。まあそもそも言語が違うし、昔と今とじゃ。そうだよね。そのどこぞでもそうだけどさ、俺術式とかさ、その展開の言葉を喋る時にもう過去のもさいっぱいあるけどさ、言葉がなんていうの壊れる。そのノイズになったりさ、変なエフェクトみたいになったりっていう、ああなるんだって、やっぱ展開の言葉を使うと。で展開の文字書いてくださいっていうのも正直あったんだけど、分からんでもないんやて。ただそれをやると展開の文字っていうのは意味がある文字だもんで、やばい。そう、それに関して別に書くだけな問題ないで、それに精霊とか霊とかそういう力のあるものが何かの干渉した時にそれが発動するから困る。例えば力場とか崩壊場とかね、そういうことになり得るから残さないようにしてるね。だから俺術式とか大きなのをかけるときに念とか神経をかけて空中に書いとるんやて。そういう風に書けるんやて、大きな術式は向こうでは。で見える人間にはあれ見えてるんだって、文字が。じゃあその文字じゃなくてただの日本語を空中に地位が力込めて書いたらどうなるの？あんまり意味がないんじゃない？意味ない。ただ書くだけになっちゃう。そうだって今の日本語と江戸時代の文字って違うじゃん。同じ日本語って言っても。そうでしょ？悪役令嬢ではね、悪役令嬢はアニメのね悪役令嬢ではその文字を書いて
その飛ばすとかね、魔法を飛ばすみたいなのやってたから意外とそのできるのかなみたいな。飛ばす文字を書く文字、違うな、イメージしやすいのかなみたいな。文字ではない、まあ文字なんだけど展開文字を書いてる、で断りをねじ曲げて自分の力を込めて事象を起こしとるっていう感じだから、だから展開人が手振っただけでレーザーが出るかとかさ、水が溢れ出るかとやったら話は違うんやってね、なるほどね。でそれを理性霊とか精霊が害がないと判断して、それとか共感して手を貸してくれるから事象が起きるっていうのが本来の展開術式なんやね。その術式に関してもさ、火とか水とか、金、ゴン、土、木、木のそういう五行万象ってやつだね。五行万象の説明も聞きたい。めんどくせえ。そのうち。そのうちね、めんどくせえって。まあ、五行万象というか、もともとの属性が5種族あります。それ以外に光と闇があります。ただし、風の属性ないよねとかさ、氷の属性ないよねって話やんか。そう、それの説明を今度お願いします。はい、頭パンクしちゃうから。でまあちょっと術式の話をちょっと戻すとさ、やっぱ遠征させてもらったりさ、相談者のとこ回ったりしてさ、術式を施すんやで、要は加護とかさ、強化とかをかけるんだけど、まあダメだったらここら辺ちょっとカットしてもらってもいいけど、その遠征先で結構病気で入院してた方がご縁があって会いに行ってお話しさせてもらって強化させてもらったんだけど、結構体がボロボロだった。それなのに医者も驚くぐらい回復して、なんか仮退院から退院になるみたいなね、ことをね、ちょっと連絡いただいて、よかったよかったって。俺にとってはさ、あくまでも循環と強化をかけてるだけだから、本人の免疫を上げるようなもんなんやて。だから俺が助けたなんてみんな俺言うんだけど、おこがましいと思ってる。俺が助けたなんて思ってないから。勝手に助かっとると思ってるから。ね。何？いや、助けてもらった側としてはさ。でも俺助けたっていう概念ないから。助言してちょっと力入れて、心持ちの話をしたいね。そういうことして、強化かけただけだ。あとは生きる術とかさ、本人の意思やんか。ダメな人はダメなんやって、それでも。ああ、そうだな。でも、今回の方はさ、会っていろいろお話しさせてもらって、それでも、もう入院して本当に体ボロボロだったよ。全部霊視って言ったらおかしいけど、見て。でも、俺から見た瞬間にはボロボロだけどすぐどうのこうのなるっていう感じがしなかったもんで、まあ、これで本人の気持ちが良くなれば、なんとかなるかなっていう期待はしとったけど、言うとさ、あんまり変な期待されると困るもんで、一応前向きに行きましょうねとか、そういう言い方したけど、まあ、それが今回ちゃんと綺麗に結果が出たのかなっていう。ほんとついさっきね、連絡いただいたっていうか。びっくり。本人のね、生きる力が。それが一番。本人が望まなければね、難しいよね。死にたがってる人がね、何やったってね、助かんないんだって。あとね、ただ単に助けてください、助けてくださいっていう人も助かんない。結局未来を見てないんやで。変わりたいと思わなくちゃいけないんだよ。それが大きなことなんですよ。だから昔さ、地位にさ、会う前にさ、そばかす取りに行く話したじゃん。で、そんな弱っとる時にそばかす取りに行ける元気あるのかみたいなさ、意見もあってさ、自分は変わろうとしてたんだよって、正直さ。それでモチベーションが変わるとかさ、そういう志が変わるんだったらいいんじゃないかな。肌が綺麗になればちょっと自信つくかなとかさ、ちょっとでもなんかそういうのがあったから地位に前に行こうと思ったしさ。だからちょっとでもそういう自信じゃない、なんだ、目標か。目標。みんな満車やね。あれ今日平日だよね。ここ空いとるけど雨だからそんなこと言ったらどこも行けねえやんか。立中止める。だから今満車だったやん。空いとるやん。満車って書いてあるだけよ。俺性格的にその楽天的になれへん。楽観的になれ。楽天様申し訳ありません。そこカットしといて。カットしなくて大丈夫です。その人間みたいに寿命、その亡くなって魂になったら永遠だけど、その天界の人はほとんど寿命がないじゃん。だからそれでどうやって生きていくのかっていう話をしたい。
どうやってね。それすごい考えさせられた、この辺で。はい。ってことで、お題はなんかいっぱい飛んどるけど、要は未来的に、その、アニメじゃないけど、呪霊まあ、それ、ね、もう俺分かりやろ、それだと。まあ、悪霊とか怨霊とか、その神様の悪い版が溢れ返って、生の世界が負の世界の反転する世界があるのか、崩壊する世界があるのかっていう話でしょ。答えはイエスです。その詳しい話はちょっと公では言えなさそうだから。なぜそういう段階になって、なんでそういう状況になったのかっていうのを話すのは、まあ、メンシブの方になるのかなっていう。はい。はい。ってことで、さよなら。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 最近の AI 技術は進歩したね。何？いや、写真から動く動画が作られるっていうね。ってことで、お疲れ様です。お疲れ様です。腹減った。お疲れ様さ。